つるくんです。今回はテレビゲームゼルダの伝説ティアーズ・オブ・キングダムに出てくるガノンドルフのフィギュアがフィグマで発売されましたのでご紹介いたします。以前に同じくフィグマで出ているリンクの方のフィギュアをご紹介いたしましたが、リンクに相対する敵役として、最初から最後までところどころに出てくるキャラクターなんですが、ラスボス戦の方はその強さをですね嫌というほど思い知らされた記憶がございます。箱の方は正面がガノンドルフのフィギュアの写真ですね。箱の裏面の方はガノンドルフの各ポーズの写真ですね。そういったものが載っています。箱の上面はフィグマのロゴですね。横がポーズを取ったガノンドルフのフィギュアの写真ですね。箱の側面はゼルダの伝説のロゴのみと。リンクのフィギュアも外箱と内箱があったんですが、こちらのガノンドルフの方も外箱がついています。外箱を外すと矢を撃とうとしているガノンドルフが出てきます。内箱の方はガノンドルフが見える正面ですね。リンクのフィグマの方は外箱と内箱の写真が結構違ってたんですが、ガノンドルフの外箱と内箱はほぼ変わらない写真が載っています。若干写真の大きさが違ってくるぐらいな感じですね。箱の上と下は同じ写真が使われています。では早速箱の開封をしていきたいと思います。まずは上の方ですね。スーパッと、それからよいしょと。ではオープン。内側は何も書いてなくてちょっとシンプルな箱になってますね。ブリスターは2段組になってますね。まずは1段目から開けていきます。それではオープン。やっぱりガノンドルフはリンクと違ってかなりでかいですね。ピラリ、これ見ただけで迫力がありますね。こちらがガノンドルフのフィギュアになります。顔が2種類ついているのと、刀と鞘とエフェクトパーツということで1段目に入っています。では2段目オープン。2段目の方は武器関係が入っていて、弓と刀と槍と矢ですね。そういった武器関係が入っています。それから手首の方ですね。手首の方が6個ですね入っています。あとは後ろの方に台座が入っています。マニュアルの方はいつも通りのこの折りたたみ式のマニュアルですね。これが日本語と英語ですね。この2面のモノクロのマニュアルとなります。ではフィギュアの方を細かく見ていきたいと思います。それではガノンドルフのフィギュアの方を細かく見ていきたいと思います。基本的にこのグリーンの部分は塗装っぽいですね。あと腹巻きも塗装かな。一見するとほぼ全塗装に近いような内容になってる感じですね。こういったところはすごく細かく塗り分けがしてあります。この先っぽが細いんで注意しろとマニュアルの方には書いてありました。実際ちょっと力を入れるだけで曲がって折れそうな感じの部品ですね。これがこの袖とですね、後ろの方にもついてるんで、遊ぶ時には十分注意して遊ぶという感じですね。こういったところのパターンは全て塗装ですね。これは何と言ったらいいのかな。この部分のこの塗り分けとか、おそらく担保印刷なんだろうけど結構細かいですね。こちらのフィギュアの方各所が塗装してあって、金色のところはもう塗装だっていうのがすぐわかると思うんですが、
こういったパターン関係ですね。こういったところが全て塗装になっています。またおそらく緑、白、この袴のグレーっぽいところですね。こういったところも塗装になってますね。あと茶色の方もそうかな。後ろはこんな感じ。これもここら辺のパターンが塗装になってますね。髪の毛の方はこの断面が結構デコボコしててそれっぽくなってますね。結構足が短く見えるような気もするな。ゲームの中でこんなに足短かったかな。意外とこの上半身大きめで下半身小さめというフィギュアになってますね。顔の方がなかなかよくできていてですね、顔の裏のパーツを見るとわかるんですが、目の部分と口の中の部分が別パーツになっていて、塗装だと結構潰れがちなところもですね、こうはっきり出てるという感じですね。では可動の方をですね、少し見ていきたいと思います。頭の方は二重関節になってるっぽいんですが、上下上下という感じで、それほど可動範囲は広くないみたいですね。この鎖骨から上の部分が分割されていて、こう前と後ろに少し動く感じですね。後ろはねほとんど動かないけど、前に少しこう動く感じかな。首の根元を動かすことによって下の方はかなりこう向けるようになってますね。逆に上の方はまあそれほどは向かない感じかな。意外と首の根元がぐらついてる感じはちょっとありますね。回転の方はまあこれは180度回せる感じですね。次に肩の方ですね。この着物っぽいものを羽織ってるんで、両方とも表現は違ってきてるんですが、この隙間を見るとわかるんですが、一応二重関節になってますね。かなり動かしにくいですけど、肩の前後動ができるみたいですね。上の方は90度以上は上がる感じですね。当然ぐるりと回せる感じですね。ここに分割線があって回転できるようになってますね。肘の方は二重関節にはなっていなくて、それでも90度以上は曲がる感じですね。この先っちょの方がですね、少し動くようにはなってますね。こんな感じですね。左腕がこんな感じで、右腕もですね、大体同じような感じですかね。右腕はね、この肘の部分が二重関節になってますね。左上の肘は一重の関節なんですが、右腕の肘は二重関節になっていて、結構曲がる感じですね。ここを見るとわかるんですが、中で前後動ができるようになってますね。それから胴体の方、これは可動範囲がむちゃくちゃ広いですね。で回転と傾きがちょっとできないのかな。ちょっとこう左右への傾きができないような感じもしますね。腰の部分に回転軸はなさそうですね。服着てますからね。この帯の部分が可動します。横が可動して、上下動でしょうね。後ろの方も上下動すると。でこっちも可動しますね。腰回りはアーマーみたいな感じで左右と後ろですね、あと前の帯が可動するようになっています。
ます。ちょうどお腹の部分、股関節の上で若干可動と回転ができるようになってますね。で、股関節は硬いな硬いけど、まあ90度ぐらいですかね。やっぱ足短いなんか足やっぱ短い気がするなまあこのぐらいですかね。これは足の方はまあだいたい左右一緒で、まあ90度ぐらいといった感じですかね。開脚がですね、開脚が意外といけるな。まあ、開脚はこのぐらい。ここに球体関節があって、まあ、ぐりぐりと動くので回転もできると。膝の方は二重関節ではないので、まあ、90度ぐらいがやっとかなと。まあ、当然この布の表現もありますしね。まあいい、まあまあじゃないですかね。足首の方は前がこのぐらい、後ろがこのぐらいですかね。まあ、つま先がこんな形で曲げることができます。あとは回転とこちらのひねりの方ですね。接地性はそこそこ良さそうですよね。結構複雑な衣装をしている割には可動箇所が多くて、可動範囲もそれなりという感じですね。まあいろんなポーズが取れそうなので、後でいろいろといじってみたいと思います。ここら辺結構隙間が出ますね。やっぱ可動範囲が多い分、隙間が結構できるっていうのはまあしょうがないっちゃしょうがないですけどね。それからオプションのパーツの方なんですが、顔の方はこちらの口を結んだ顔と、それから口を開けて叫んでるような顔ですね。もう一つは同じく口を開けて大笑いをしている顔ですね。なかなかね、歯茎がね歯茎がなかなかすごいですよ。両方とも目と口の中のパーツは別パーツになってますから、かなりこの特に目の方ですね、一体化してない独立した感じの目になってるという感じですね。ただしですね、この歯茎の方がですね、ちょっと汗目が出ちゃってるんで、まあちょっともったいないっちゃもったいないかな。それから武器の方ですね。武器の方はまずこちらの刀の方ですね。これが1本ついていて、このぶっとい鞘の中にこの刀を収めることが可能になってます。この刀の方も塗り分けが結構細かくて苦労してるな作るのに苦労してるなっていう感じの、素晴らしい出来になってますね。槍の方は刃先と柄の方が分割されていて、まあこれをですね、ここに刺して、まあ、一本の長い槍になるという感じですね。それから弓の方ですね。まあ当然弦の方はついてませんので、まあこの本体だけになるんですが、まあかなりこう大きい弓になってますよね。で、それに対して矢の方が1本付属しているという感じですね。羽が取れたこれは接着されてたのかな。あと手の方ですね。開き手は3種類あるんですが、これは鞘を持つための専用の手首になってます。これは槍を持つ方の手首ですね。この手首はこの矢専用の手首になってますね。これは刀用かな。結構手首の方は武器専用っていう感じになってますね。こちらのエフェクトパーツの方なんですが、
この先っちょが分割できるようになっていて、矢をですねここに挟み込んで、この矢の先が燃えてるようなイメージになるわけですね。でこれを弓の方に使えると、こんな感じでエフェクトパーツを使用します。だいたい装備についてはこんな感じです。先日紹介したリンクのフィギュアを持ってる方も結構いらっしゃると思うんですが、ガノンドルフのフィギュアの方も手に入れてですね、ぜひ戦闘シーンを再現したいところではありますね。フィギュアとしてはすごくよくできてるフィギュアだと思いますので、気になった方はですね、ぜひ手に入れてみてはと思います。今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。you